皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第15回目、その後半です。テーマは東京裁判その3回目、パール判事2回目になります。この後半は後世に語り継ぐ真実です。この裁判の最中に毎日流されていたのは半分は嘘でした。 GHQ 司令部が新聞を検閲し、いかにも日本が悪かったのだ、日本軍人は残虐行為ばかりをしていたのだと、日本国内は無論のこと世界の隅々にまで宣伝しました。しかも日本人としてはこれに対抗する手段は封じられていました。判決は下されても判決批判は一切禁じられていました。清瀬弁護人は次のように述べています。世間では日本の旧軍人は戦時中敵国捕虜の虐待や婦女の癒しめばかりしておったのだ。日本政府は強盗やギャングのような侵略戦争ばかりしておったらしい。マッカーサーは偉い。マッカーサーのおかげで天皇陛下は戦犯ともせられずお助かりになったのだというような感想を深く国民に植え付けてしまった。本当はかかる感想は大いに誤っているのだが、しかしこれが誤解だと言っても今では世間は信用しない。これをプロパガンダといい今日も行われています。国家民族への忠誠心こそ最高の道徳であると信じていた日本国民は、これがとんでもない間違いであったという意識を受け取ってしまったのです。ことさらに自国を恨み、仲間を足ざまに罵り始め、しまいには日本人として生まれたことは恥であるとさえ信じるようになりました。日本古来の価値観は完全に崩壊したのです。多くの国民は満州事変はもちろん、日清戦争や日露戦争まで全て日本の侵略戦争であったと信じ込むようになりました。今なお学校ではそのような教育を行っています。また太平洋戦争はアメリカやイギリスの民主主義と日本の帝国主義との戦いであって、日本が悪かったのだと頭から決めてかかっています。すなわち日本は明治以降世界に顔向けできないような侵略戦争という罪悪を積み重ねてのし上がった国であったという迷信を骨の髄まで叩き込んだというのがこの東京裁判です。このような過度の罪悪や劣等感は当然のこととして日本国民の人間性を極度に屈折し卑屈にしてしまったのです。希望も理想もない虚脱さ、その影響は今日に及んでいます。日本人は変わってしまった、変えられたのです。さてパール判事は3度目の来日で1953年大阪の弁護士会館で法律家を前に次のように訴えられました。私が皆さんにお願いしたいのは、この国の国際軍事裁判で提示された問題をもっと研究し、真に国際法を守る法律家になっていただきたいということです。しかもその直接の被害者はあなた方日本人であり日本国家である。それに今なお牢獄にまたシベリアに不公平な裁判の犠牲者として多くの同胞がつながれ、その家族は悲嘆に暮れている。皆さんの兄弟や子孫は戦犯者としての烙印を押され、いわれなき罪悪につながれています。こうした中にあって法律の番人であり法律を守ることを職業とし使命としている皆さんが国際法の論争に無関心であるということは、私には信じられないことであります。なぜ堂々と国際正義を自立しようとしてないのか。どうかプライドを持って堂々とこの論争の中に加わっていただきたい。法の真理を守る法律家になっていただきたい。
日本とドイツに起きた2つの国際軍事裁判を他の国の法律学者がこのように重大な問題として真剣に取り上げているのに、肝心の日本においてこれが一向に問題視されないということはどうしたことでしょうか。日本の真理探求の精神欠如、無関心さに義憤さえ覚えられてのことでした。これは敗戦の副産物ではないかと思います。すなわち一つには、戦争の破壊があまりにも悲惨で打撃が大きかったがために生活そのものに追われて思考の余地を失ったこと、二つにはアメリカの巧妙なる占領政策と戦時宣伝、心理作戦に災いされて過去の一切が誤りであったという罪悪感に陥り、バックボーンを抜かれて無気力になってしまったことです。日本は独立して再び国際社会の一員となりました。今後アジアにおける信頼ある国家として非常な期待がかけられています。にもかかわらず、こういう世界の平和と運命に関連する大事な問題に対して日本の法律家が無関心であるということは何としても残念なことです。私は日本の今後の国民生活、ことに精神生活の面において東京裁判の内容とその影響というものが非常に大きな作用を生み出すものと考えています。パール博士は広島高等裁判所における歓迎レセプションに臨まれて、子孫のため歴史を明確にせよと次のように述べられました。1950年のイギリスの国際事情調査局の発表によると、東京裁判は結論だけで理由も証拠もないと書いてある。ニュールンベルグにおいては裁判が終わって3ヶ月目に裁判の全貌を明らかにし、判決理由書とその内容を発表した。しかし東京裁判は判決が終わって4年目になるのにその発表がない。他の判事は全部有罪と決定し、私一人は無罪と判定した。私はその無罪の理由と証拠を詳細に説明した。しかし他の判事らは有罪の理由も根拠も何ら明確にしていない。このように述べた後、博士は一段と語気を強めて、要するに彼ら欧米は日本が侵略戦争を行ったということを歴史に留めることによって自らのアジア侵略の正当性を誇示すると同時に、日本の過去18年の全てを罪悪であると烙印し、罪の意識を日本人の心に植え付けることが目的であったに違いない。東京裁判の全貌が明らかにされぬ以上、後世の歴史家はいずれが真なりやと迷うでしょう。歴史を明確にする時が来ました。そのためには東京裁判の全貌が明らかにされなくてはなりません。これが諸君の子孫に負うところの義務であります。自尊心と自国の名誉と誇りを失った民族は兄弟国に迎合する卑屈なる植民地民族に転落する。日本よ、日本人は連合国から与えられた戦犯の概念を頭から一掃せよ。不正なる裁判の害毒は原子爆弾の被害よりも著しい。爆心地を一瞬にして焦土と化した原爆より不当なる東京裁判の影響は日本に深く広く広がり続けています。知らなかったでは済まされない、いやもはや避けては通れない真実です。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは正義でした。聖書の一節をご紹介いたします。キリストは4回の法廷、つまり4人に裁かれたのです。しかも真夜中から明け方まで。その第一が
大祭司アンナス、いわゆる宗教裁判です。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを撃った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を撃つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。新約聖書ヨハネの福音書19章19節。大祭司は尋問を始めました。そこでイエスは、私から聞いた人たちを証人としてここに呼び、彼らから聞きなさいとまさに正論を語られたのです。夜中の裁判という隠れた卑屈なことをするなとやましい大祭司を責められました。この裁判の違法性を指摘されたのです。その態度があまりに堂々としているため、腹に据えかねた役人がイエスを平手打ちにしました。その時イエスは、証拠を示せと彼を叱りつけられました。役人は震え上がったのです。この方がご自分を弁護されたら、誰一人裁くことはできません。大祭司は一言も言い返せず、次の大祭司カヤパに送りました。以後イエスは一言もお答えになりません。十字架にかかるためこの世界に来られたからです。力でねじ伏せ、あるいは同化するこの世界で真実を明かしする勇気と気迫を感じております。それではお知らせです。次回第16回目、12月26日土曜日、今年最後となります。テーマは東京裁判その4回目、マッカーサーの証言です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。